俺、明日から母さんとハワイ旅行だから、葬儀には行けないぞ。今、なんて？父が死去したことを夫に告げると、夫は予想だにしないことを告げてきた。だから、明日から1週間ハワイに行くんだってば。今更キャンセルなんてできないからな。そんな。ショックを受ける私に、ハルトは続ける。とうに隠居したじいさんの葬儀に来るやつなんて大していないだろうから、香典も期待できないよな。マイナスにならないように、葬儀は一番安いプランにしておけよ。過度にお金を使う必要はないけど、あんまりみすぼらしい式じゃお父さんがかわいそうよ。来ていただいた参列者にも申し訳ないわ。しょぼいじいさんにはしょぼい式が似合ってるんだよ。どうしてそんなこと言うの？私の父なのよ。結婚の挨拶に行った時から、お前の父親のことは気に食わなかったんだよ。俺の仕事を分かりもしないくせに偉そうなこと言いやがって、いなくなってせいせいしたわ。この言葉を聞いた瞬間、ハルトへの信頼がガラガラと崩れ去った。私は拳を握りしめながらハルトに告げる。あなたの考えはよくわかりました。せいぜい旅行、楽しんでね。私は最後にそう言って電話を切った。私はヒロコ。小さい頃に母を病気で亡くし、父子家庭で育った。小さい頃は寂しい思いをしたこともあったが、自分が社会人になった今は、仕事をしながら男手一つで自分を育ててくれた父には感謝しかない。父を安心させるために、早く結婚して家庭を持ちたいと思い始めた社会人3年目の頃に、友人の紹介で知り合ったのが、小さな IT ソフト会社を立ち上げていたハルトだった。会社はまだ人を雇えるほどの売り上げもないようだったが、それでも自分を信じて邁進するハルトの姿に惹かれた私は、ハルトと交際を始め、この先ずーっとハルトを支えてあげたいと思うようになっていった。そして私たちは結婚を決め、お互いの両親に挨拶に行くことになる。父にはすでに、ハルトが会社を立ち上げていることは伝えてあったので、父もいろいろと調べているようだった。ハルトを紹介すると、父は喜ぶどころか、いぶかしげな顔をした。ハルト君は会社を立ち上げて5年目だそうだね。はい。前年度の収支がマイナスだったようだが、今後の事業計画はどう考えているんだね。問い詰める父を私は慌てて止める。ちょっとお父さん、今日は事業のことじゃなくて、ハルト自身を紹介しに来たのよ。でも、これから一緒に生活するなら、生活の基盤となる事業のこともしっかりと知っておくべきだろう。心配しなくても大丈夫よ。ハルトはすっごく前向きで努力家なの。だから私もハルトを支えてあげたいと思ったの。私が力説すると、ようやく父は私たちの結婚を認めてくれた。お父さんから認めてもらえてよかった。帰り道にハルトに話しかけると、ハルトはちょっと不服そうだった。ああ、最初はどうなることかと思ったけど、子供にちょっとパソコンを教えてるからって、あんな年寄りに俺の仕事は理解できないだろ。難癖つけるのも大概にしてほしいよな。最後は結婚を認めてもらえたんだからいいじゃない。ハルトのすごいところは私がよくわかってるから。そうハルトをなだめながらも、私は来週に控えたハルトの両親への挨拶への緊張でいっぱいだった。私こそ、ハルトのご両親に気に入ってもらえるかしら。そんな私の心配をハルトは笑い飛ばす。大丈夫だって、母さんは優しくていい人だし、父さんは母さんの決めたことには反対しないから安心してよ。ハルトは母親とかなり仲がいいようで、実家を出て一人暮らしをしているハルトが実家に帰るたびに、お母さんはハルトの好物をたくさん作って出迎えてくれているらしい。挨拶の日も、ハルトと私が実家に行くなり、お母さんは嬉しそうに玄関まで出迎えにやってきた。ハルト、帰り。待ってたわ。なんだか少し痩せたんじゃない？ちゃんと栄養のあるもの食べてる？睡眠時間は足りてるの？横にいる私に見向きもせずに、ハルトに話しかける義母。
私は勇気を出して間に割って入る。私、ハルトさんとお付き合いをさせてもらっているヒロコと申します。義母はさっと冷たい表情になって私を見る。ああ、あなたが。はい、これ、つまらないものですが。渡した和菓子の包み紙を見て、義母はハルトに向かって満面の笑みを向ける。これ、私が好きな和菓子屋さんよね。ハルトが選んでくれたんでしょ？それからも義母は私と話すときは常に冷たくそっけない対応をし、ハルトに話しかけるときだけほがらかな笑顔になった。ハルト、結婚しても頻繁に実家には遊びに来てくれるのよね。それはまあ、ヒロコとも相談して、な。ハルトが私に水を向けると、義母はすごい勢いで私を睨む。ヒロコさん、まさか、ハルトが実家に来るのは反対なんかしないわよね。その迫力に私は慌てて答える。もちろんです。私の言葉に安心したのか、義母は私たちの結婚に賛成してくれた。下手に反対してハルトに嫌われたくないというのが義母の本音だったのかもしれない。義父はハルトの言っていた通り、義母がいいならとすぐに認めてくれた。こうして私とハルトは夫婦になった。結婚したら公私ともにハルトを支えたいと思っていた私は、結婚後すぐに自分の仕事を辞め、ハルトの会社の社員となって業務をサポートした。はじめは受注先もほとんどなかった会社だったが、徐々に大手企業からも声がかかるようになり、業績はどんどん右肩上がりになってくる。こりゃあもっと社員を増やさないと、俺もいよいよ社長っぽくなってきたな。エンジニアを増やし、ハルトは業務よりも人脈を広げることに夢中になっていく。毎晩のように夜遅くまで飲み歩いて帰ってくる。見かねて私はハルトに注意した。ねえハルト、最近ちょっと飲みすぎじゃない？飲んでる相手も取引先だけじゃないわよね。ただ飲んでるだけじゃないさ。俺は若い奴らの仕事の相談に乗ってやってるんだ。相談？はあ、俺のサクセスストーリーを聞きたいって奴が多くてさ、友達がどんどんその知り合いを連れてくるんだ。おかげで俺はその界隈ではすっかり有名人さ。それって、あなたがおごってくれるから集まってるだけじゃないの？思わず私が言うと、ハルトは途端に不機嫌になる。は？お前まさか俺の成功を妬んでるのか？父子家庭で貧乏人のお前には社長夫人なんて釣り合わないもんな。俺が成功しない方がバランスが取れていたとでも思ってんのか？そんなんじゃ。はあ、俺もこんなに成功するのが分かってたら、お前みたいなしょぼい女じゃなくって、もっと華やかな女と結婚できたのにな。反抗する私が気に入らないハルトは、だんだん女性がいる店にも行くようになり、そこで社長ともてはやされ、ますます調子に乗るようになっていった。ハルト、さすがにお金を使いすぎよ。今は業績が伸びてるけど、業績が落ち込んだ時にも備えておかないと。私が訴えても、ハルトは全く聞く耳を持たない。成功者はお金を使うものなんだよ。自分みたいな勝ち組が日本の経済を回してるんだから。それでも食い下がる私に、凡人が天才を羨むな、とハルトは一蹴した。さらに、ハルトの成功を自分のことのように喜んでいたのが義母だった。実家に行くたびに、今まで以上にハルトをもてはやし、褒めちぎる。ハルトはだんだん、うるさく小言を言う私が待つ自宅ではなく、自分をちやほやしてくれる義母のいる実家に通うようになっていく。平日も週末も、着替えを取りにしか自宅に帰らなくなり、焦った私は義母に連絡を取ってみた。お母さん、昨日もそちらにハルトが泊まってましたよね。たまには自宅に戻るようにお母さんからも言ってくれませんか？そんなの言うだけ無駄。よっぽど実家が居心地いいみたいだから、あなたよりも私と過ごす方がハルトも楽しいんじゃない？義母は聞いてもいないのに、ハルトの様子を自慢げに私に語ってくる。
ハルトったらいつも世話になってるからって、この前私に宝石を買ってくれたのよ。ああ、それから高級レストランにも食事に連れて行ってくれたわ。今度二人で旅行しようとも話してたの。そうですか。義母に助けを求めようとした私がバカだったと悟った私は、適当に電話を切り上げた。父に相談してみようか。そう思っていた数日後、私のもとへ一本の電話がかかってくる。それは病院から父が倒れたとの連絡だった。すぐに病院に駆けつけた私が到着して間もなく、父は心筋梗塞で亡くなった。私は悲しみに暮れながら、相変わらず実家にいるハルトに連絡をする。ハルト、突然なんだけど、お父さんが心筋梗塞で亡くなったの。マジかよ。ハルトも私と同じようにショックを受けていると思った。でも、私の考えが勘違いだったと気づいたのは、ハルトの次の言葉だった。俺、明日から母さんとハワイ旅行だから、葬儀には行けないぞ。今、なんて？だから、明日から一週間ハワイに行くんだってば。今更キャンセルなんてできないからな。ちょっと待ってよ。妻の父親が亡くなったのよ。旅行なんて行ってる場合じゃないでしょ？こっちの旅行はもうだいぶ前から決まってたんだ。底辺じじいの葬儀より旅行優先なのは当然だろ。葬儀はお前一人で何とかしておけよ。そんな。ショックを受ける私にハルトは続ける。とうに隠居したじいさんの葬儀に来るやつなんて大していないだろうから、香典も期待できないよな。マイナスにならないように、葬儀は一番安いプランにしておけよ。過度にお金を使う必要はないけど、あんまりみすぼらしい式じゃお父さんがかわいそうよ。来ていただいた参列者にも申し訳ないわ。しょぼいじいさんにはしょぼい式が似合ってるんだよ。どうしてそんなこと言うの？私の父なのよ。結婚の挨拶に行った時から、お前の父親のことは気に食わなかったんだよ。俺の仕事を分かりもしないくせに偉そうなこと言いやがって、いなくなってせいせいしたわ。この言葉を聞いた瞬間、ハルトへの信頼がガラガラと崩れ去った。私は拳を握りしめながらハルトに告げる。あなたの考えはよくわかりました。せいぜい旅行を楽しんでね。私は最後にそう言って電話を切った。ハルトと義母が不在の中、会社で葬儀の支度をしていると、早めに到着した参列者の一人が私に声をかけてくる。ひろこちゃん、立派になったね。話しかけてきたのは、昔父と同じ会社で働いていたという山田という男性だった。母が亡くなったばかりの頃、幼い私の預け先に困った父が何度か会社に私を連れて行った時があったので、私のことも知っていたらしい。よしおさんのことは本当に残念だ。ひろこちゃんのご主人にも挨拶をしたいんだけど、どちらにいるかな？それが、ハルトをかばう気持ちが失せていた私は、正直にハルトが今義母と旅行中であることを告げた。家族の葬儀中に旅行？山田さんはそれを聞くと顔色を変え、ハルトと話したいから電話をかけてくれと私に頼んできた。私は言われるがままにハルトに電話をかけ、山田さんに電話を渡す。電話の相手が私だと思い込んでいるハルトは、電話に出るなり、横にいる私にも聞こえるくらいの大声で怒鳴り声を上げる。なーに電話してきてんだよ。こっちは旅行を楽しんでるのに邪魔すんな。山田さんはハルトの怒鳴り声にもひるむことなく応対する。よしおさんに生前世話になった山田というものだが、ハルトは電話の相手が私じゃないと知っても強気で怒鳴っている。は？おっさんが何の用だ？葬儀を欠席してまで旅行に行く理由を聞きたくて電話したんだが。あくまでも冷静な山田さんにイライラした様子でハルトが怒鳴りつける。理由？ジジイの葬儀よりハワイ旅行の方が大事だからに決まってんだろ。そんなことで旅行の邪魔するなんて、無能ジジイの知り合いはやっぱり無能だな。それを聞いて
山田さんは少し声を荒げる。無能？吉尾さんが無能だというのか？ああ、そうだ。俺の仕事をよくわかりもしないくせに難癖つきやがって。才能のある俺を妬んで足を引っ張ろうとする奴とはいつか縁を切りたかったが、向こうからいなくなってくれて助かったよ。そうか。君がどんな人かよくわかったよ。そう言って山田さんは静かに電話を切った。ハルトとの電話で私の状況を察した山田さんは私に優しく微笑んだ。ひろこちゃん、困ったことがあったら何でも言ってくれ。ありがとうございます。山田さんは葬儀の最中も事細かに私をサポートしてくれて、葬儀は滞りなく終えることができた。それから1週間後、ハルトがハワイ旅行から帰宅する日になっても、ハルトは自宅には戻ってこなかった。また義母と一緒に実家に帰り、翌日の会社にも実家から行くつもりなのだろう。そして翌日の始業後、慌てた様子でハルトから電話がかかってくる。ひろこ、この退職届は何だ？ハルトと決別することを決めた私は、会社も退職するつもりで荷物をまとめ、自分のデスクに退職届を置いておいた。ハルトはそれを見つけたらしい。しかし、ハルトはそれどころじゃないように続ける。会社が大変なことになってるんだよ。取引先がこぞって仕事の受注をキャンセルしてきたんだ。こんな時にお前のわがままに付き合ってる暇なんてない。すぐに会社に戻ってこい。怒鳴りつけるハルトに向かって私は冷静に答える。会社にはもう戻らない。は？何言ってるんだ？お前は俺の妻なんだぞ。あなたとも離婚する。おい、正気か？たった一人の身内が死んで身寄りもないお前が、俺と別れて仕事も辞めたらどうやって生活していくつもりなんだよ。その場の思いつきで喋ると後悔することになるぞ。後悔するのはあなたの方かもよ。私の言葉を聞いて、ハルトは高笑いする。俺が後悔？お前ごときがいなくなったって俺は何も困らないさ。社長の俺と結婚したい女なんて山ほどいるんだからな。そう。じゃあ離婚は成立ね。ああ、そうだな。お前がそのつもりなら、もうお前は用済みだ。キャンセルしてきた取引先に連絡を取らなきゃいけないのに、まったく無駄な時間を使っちまった。ハルトはすごい勢いで電話を切った。きっとこの後すぐに取引先に電話をかけるのだろう。そしてそれから1時間後、またハルトから電話がかかってくる。ハルトはさっきとは打って変わって、私にすがりつくようにまくし立てる。ヒロコ、俺が悪かった。戻ってきてくれ。お前の力が必要なんだ。聞くと、ハルトは私との電話を切った後、一番の大口の取引先に電話をかけたそうだ。営業担当に打ち切りの理由を聞くと、社長命令ですと告げられ、社長に取り継がれたという。そして電話に出た社長は、葬儀に来てくれていた山田さんだった。ハルトは山田さんから父の過去を聞いたそうだ。お父さんが昔、大手 IT 会社の役員だったなんて聞いてないぞ。なんで教えてくれなかったんだよ。ハルトは私を責めてきたが、知ったことではない。確かに父はかつて、かなり大手の IT 会社に勤めていた。しかし、それ以上のことを私が知ったのは、葬儀の時だった。山田さんをはじめ、今の大手企業の役員のほとんどは、父から業務を教わっていたということも、葬儀の時に山田さんから聞いたのだ。そもそも、山田さんの会社が、ハルトの会社のような小さな会社と取引を始めたのも、父の推薦があったからだということだ。そのきっかけは、結婚の挨拶の時の私の言葉だった。私が、ハルトがいかに努力しているかを訴えたことで、父は私と結婚するハルトの会社を応援する気になり、昔一緒に仕事をしていた大手企業の役員に片っ端からハルトの会社を紹介したそうなのだ。その話を山田さんから聞いたときは涙が出そうになった。父はずーっと陰から私を支えてくれていたのだ。そんな父に対してハルトが吐いた暴言は、山田さんの口から葬儀に参加していた他の取引先社長へも伝えられた。
父を尊敬している取引先の社長たちは、ハルトの暴言に憤慨し、即契約を打ち切ったというわけだ。山田さんからすべての真相を聞いたハルトがどんなに驚いたことか。慌てて私に泣きついてくるのも当然だ。ひろこ、お願いだ。山田さんたちに俺の会社との契約を続けるよう説得してくれ。娘のお前が頭を下げれば、社長たちだってきっと考え直すはずだ。ハルトは私に離婚したら後悔するって言ったわよね。ああ、今なら離婚の話もなかったことにしてやるから戻ってこい。私が後悔しているのは、かつての自分の見る目のなさよ。結婚の挨拶の時に最初に反対した父の言葉をもっとちゃんと聞いておけばよかった。おい待てよ。それってどういう意味だ？自分の能力を過信して家族をないがしろにするようなハルトとはこれ以上一緒にいれないって言ってるの。俺がいなかったら一人でどうやって生活するつもりなんだよ。父が残してくれた遺産があるから当分生活には困らないわ。だからこれからはハルトに助けてもらうつもりもないし、今回の件でハルトを助ける気もない。俺を見捨てるのか？そんなに薄情なことするのかよ。妻のたった一人の肉親の葬儀に来ないような薄情な人に言われる筋合いはないわ。これ以上ごねるなら弁護士を通して離婚調停に進みます。今のあなたにそんな面倒なことに時間を割く余裕はないんじゃない？私のその言葉を聞くと、ハルトはしぶしぶ離婚に同意するのだった。ハルトは取引先が離れていくのを止める術もなく、一気に業績は落ち込み、その後も会社を立て直すことはできなかったようだ。会社が潰れて借金まみれになったことで、今までちやほやしてきた友人たちは一気にハルトの元から去っていったらしい。ハルトが実家に戻ると、義母は大喜びでハルトを迎えたそうだ。しかし、ハルトの会社が潰れたことを知っても、ハルトならまたすぐに新しいことを始めて成功できるから、と息子を信じ続けて、今まで通りの散財をするので、借金は一向に減っていかずに苦労しているらしい。そんな義母をハルトは責めるものだから、二人はいつも喧嘩が絶えないようだ。一方私は、父の遺産を元手に、ハルトと同じ IT ソフトの会社を立ち上げた。ハルトが業務を離れて飲み歩くようになってから、私がハルトに代わって業務全般を見ることも多かったので、立ち上げはスムーズだった。何よりも、今まで一緒に働いてきてくれた社員たちが、私の会社の立ち上げを知ってきてくれたことで、すぐに業務を軌道に乗せることができたのも大きかった。山田さんも私の起業を知ると、すぐに知り合いの役員たちに声をかけてくれて、私の会社との取引を進めてくれた。おかげで会社の業績はすぐにハルトの会社のピーク時を超え、新規の取引も受注できるようになり、その後も順調に業績を伸ばしている。結婚には失敗してしまったけれど、父と同じ業界で活躍できるようになった私の姿を、きっと天国の父も喜んでくれているだろう。これからさらに頑張って、父のように大勢の人から尊敬されるようになろうと胸に誓うのだった。